ゴータマ・シッダータは出家し、王子の地位をして修行僧になりました。ブッダ5、ビンビサーラ王と会う。出家をしたゴータマは托鉢をします。鉢を持って家の前で立ちます。すると家の人が食べ物の施しを持ってきて、この鉢に入れます。托鉢する方は僧侶に食べ物を施すことで徳を積みます。私たち僧侶は人々が徳を積む手伝いをしているので、托鉢に対しお礼は言いません。托鉢のため歩くときは裸足ですので、足元を注意する必要があります。石などを踏んで怪我をしないこと、それから虫などの生き物を踏んで傷つけないようにすること。この2つのことに注意するため、外を歩くときはいつもうつむきがちにして歩くようにしていました。出家をしたとき、最初に剃髪をしてくれたバールガバ仙人はマガダ国とその首都ラージャガハについて教えてくれました。マガダ国は文明先進国で、その首都ラージャガハはいわば都会です。バールガバ仙人はマガダ国に用があると言って去ってきました。裸足で歩くのにも慣れたから、私もマガダ国に行ってみよう。マガダ国のラージャガハまで実際の道のりは 640km。仏典にはこれを7日間で到達したと書かれています。出家したてでまだこれだというものに出会っていなくて、探求心旺盛であっという間に到着しました。ラージャガハの町はぐるりと城壁に囲まれています。マガダ国王のビンビサーラは何かを発見したようです。おい、あそこを歩いている人物がわかるか？修行僧のようです。あの姿はなんと美しく、振る舞いが立派で清らかではないか。地表の虫けらを踏み殺さないように気をつけて歩いている。ジャイナ教の戒律でもバラモン教の聖典にも書かれていること、それを忠実に守って歩いている。お前たち、この修行者がどこに住んでいるのか探ってこい。はっ、仰せの通りに。ゴータマが托鉢するところを王の使いが後をつけていきました。托鉢を終えて町外れまで来たぞ。あ、パンダバー山に向かった。住んでいるところを確認するぞ。あそこに住んでいるんだな。わかった。二人は急いで戻り、ビンビサーラ王に報告しました。大王様、あの修行者を見つけました。おう、見つけたか。はい、パンダバー山の岩屋の中に、虎か大牛のように、もしくは獅子のように座っています。獅子のようだとな。瞑想中邪魔をって申し訳ない。要はこのマガダ国の王ビンビサーラと申す。見たところ、そなたは他の修行者層とは違い、若く美しい。そなたはどこの生まれでどういう字のものですか？私はヒマラヤの100家族の国のものです。父の名はチュットーダナ王。私はゴータマと申します。王は心の中で言いました。100家族の王子か。なるほど。僧侶の姿をしていても溢れ出る気品。相手が王だと聞いてもこびないで堂々としている。そなたはなぜまだ若者なのに王家を捨てて出家したのだ。出家なんて年老いてからでいいだろう。ブッダは心の中で思いました。随分はっきり言う人だな。もしそなたが地上の諸家族の国が嫌で飛び出したんなら、世の国の半分を受け取ってくれたまえ。そして人生を楽しみ、快楽を満たすのだ。楽しむのは若いうちさ。王様、あなたは初めて会った私に純粋な友情と思い合いで忠告してくださいました。それに対しお礼申し上げます。しかし私はあなたの申し出をお断りいたします。王様、私は父の国が嫌で出家したのではありません。快楽を追ったり欲望を満たすことから離れたかったのです。快楽は人々を夢中にさせます。
しかし快楽は一時的なもの。すぐに夢幻のように移ろい消えてしまいます。世間では快楽は喜びと申しますが、そのどれ一つとして真の喜びとなるものはありません。水は渇きを癒すためのものです。食べ物は飢えを癒すためのものです。これらは人間にとって苦痛を和らげるためのものであり、それが喜びの源となるのではありません。しかし出家するにはまだ早い。慈悲の魂を持って道を選ぶのに年齢は関係ありません。あなたの言葉はとても痛快だ。断られたにもかかわらず聞いていて気持ちがいい。王は胸の中で言いました。物おじしない堂々とした受け答え。さすが釈迦族の王子。もしかしたら本当に悟りの境地に達する人物かもしれんな。王はゴータマに言いました。そなたがその道を歩んで後、いつか何事か成し遂げたときは、世にもそれを教えてくれたまえ。ゴータマは答えました。わかりました。またいずれお会いする時が来るでしょう。ではいずれまた。と言って王は去っていきました。後にゴータマは悟りを開き、ビンビサーラ王に再会し、二人は良き友となります。ゴータマの修行は始まったばかり。どうなるでしょうか。続きは次回。チャンネルドアノブがお送りいたしました。